バッチリよ。今日も2時間睡眠で。ありがとうございます。ありがとうございます。臨場感、スピード、技術、小1で料理人バカかっこいいって思ったっちゃろうね。料理人はこうなっていいから。いらっしゃいませ。おはよう。おはようございます。かっこいいですね。今日も。いや、そんでもそんなに。さあ、調子はどうですか。バッチリよ。今日も2時間睡眠で。2時間。かっこいいですね。今日もスタイル。うん。色合わせるんですか。まあ一応買い出しなんで。ハンド、お疲れ様です。お疲れ様です。ウーロン茶。刺身は柵でいい？
じゃあ俺のまず食べる今のや食べる欲しいでーす欲しいでーけど今の無理やってそんなことはせん食べ物にするそうです。指やん。あ、これしらすですか？初めて見たよ。ああ、使えないの。モザイクです。結構あれだったけどな。お前しらすじゃねえぞこれ。あ、すみません。あ、すみませんありがとうございます。全部俺が。いや。うん。うん。うまい。あげるね。さあ、もう一つ。はい。
コメント楽しみにしよう。京都です。京都に去年11月かな引っ越してきて、でここに来て、そこから週2平均して2、多い時4とか。イメージ？はい。でも料理人じゃないかな。逆に料理人って感じじゃない。なんて言ったらいいの？なんて言ったらいいの？いや、来たらわかるから。来たらわかると思う。料理だけ食べたら、うわ、料理人。右の。いや、初めてご飯を食べた時は、なんかその店舗名だけ金谷食堂って聞いてたから食堂なんやと思って、なんか大体想像してくるじゃないですか。けど出てきたご飯が全部綺麗すぎて、何これみたいな。他にない場所ですかね。他にないっていうと、なんかなんていうの、結構懐かしく感じる場所で、でも新しいなんか新しい料理人って感じじゃない人がやってる。で出てくる新しい料理みたいな。でも食べたら懐かしい感じで、京都でなんかまあ福岡で行きたいとこあるって言われて、どこやろうと思って、でいやでもちょっと地方やし分からへんと思うみたいな感じで言われて、でその時になんか天城の食堂やねんけどめっちゃ美味しくてみたいな、いつも満席でって言われた瞬間に、うちいつも行ってるとこやん。それは誰に言われたんですか？右奥で行きましょう。まあ知り合いの知り合いみたいな、まあこんな感じの居酒屋で飲んでて、たまたま福岡なみたいな、で福岡のなんか行きたいとこ、一番行きたいとこあるねんって言われて、で金谷食堂毎週行ってるみたいな。みんな TikTok で金谷出てきたみたいな感じでスクショ送ってくるから、知名度あるんやなと思って。どうぞ1個目。ええよ。こ
あんま入ってないから意味ない。はいよ。はい、完成です。ええよ。いや覚えてます。三月さん、そのままお願いします。も
バッグ取ってもらってもいいですか。はい、いらっしゃいませ。これ全然予約なかったんだけどね。なんもないんかな。なんか。予約なし。カツ丼ちゃんぽんホルモンソース。カツはなくなりました。はい。カツはなくなった。あ、つけたら全部終わりました。失礼します。
ださいね。お母さん、味噌汁余ってる？3番いけますか？ご案内します。こちらからどうぞ。はい。
スは明太子の厚みですか。持ってくる。明太から。びっくりした。明太子がもともと好きなんですけど、やっぱそれがまあ結構いっぱい入ってて、大葉もいい感じに卵と絡み合って最高ですね。呼ばれました。私もレモンサワとりあえずレモンサワー2つ。ホルカラとホルモンソース。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ビデオであげましたけど、千と千尋とかを DVD で初めて買ってもらった DVD が千と千尋を関連食堂は鉄道に捧げてます。「
どうぞ。よいしょ。よし、行こう。しかもこれ夜になったらこれ全部オレンジに光るっちゃう。オレンジ好きやけん。でもナイキのカラーもオレンジだからね。やけん好きかな。ナイキオレンジ、なんでオレンジなんやろうね。さあどこまで行こっかな。久留米行くか、それとも佐賀の方のとこ行くか迷い中。どっち行こう。今日は魚がメインかな。もう魚が昨日で全部なくなっちゃってるから、とりあえず魚を仕入れに行って、あともうちょいちょい野菜関係とか買い出し行くとか、こっから30分ぐらいかな。30分40分ぐらい行って、それからまた別のとこ行くんやったら、そこからまた40分弱ぐらいかな。近くで揃わないから基本。もう福岡県にしては海遠い方だし、あんまりこっちの魚屋さんとかはあんまり強くないよね、魚屋の種類とかが。だけんちょっと離れた場所行って、でそこ昔から行ってるから、店員さんとのなんつうかな、信頼関係じゃないけど、絶対悪いもんとか出さんし、それ来たらいいもん出してくれるから、もう絶対それ買うよね。もう買うつもりなくても向こうの人がこれめっちゃいいけんっつったら、もうじゃあ買うよね。いや純粋に俺が魚が好き。魚、まあ和食で育って寿司屋にでも育ってやけん、まあ魚にね携わっとうけど、結局自分が魚好きやけん魚ばっか魚言っとんかな。もう魚か卵かしか言ってねえけんね、俺に至っては。もうまあそんな感じ。18歳ぐらいまではずっとこっち山に囲まれて、超自然、めっちゃ自然、超空天気いいし。子供の頃はねめっちゃ釣りとかしてたね。釣りしたりして、小学校の友達とか釣りして、外でめっちゃ遊んで、何しよったっけ。当時流行っとったんがミニ四駆作ってレースして勝負してが学校終わってとかで、休みの日はみんなで釣り竿持って釣り行ってるみたいな。元たどればまあ料理はいいとして、このスタイルってことやろ。このスタイルはね、小学6年生の時にたまたまなんかで見た時にドラゴンアッシュっていうアーティストがおって、その時の楽曲がI love hip hopじゃない、何やったかな、グレートフルデイズかなんか、それを聞いたっちゃ。とりあえずドラゴンアッシュの曲を聴いて、でその中にジブラさんっていうラッパーの方がいて、そのジブラ聞いてヒップホップ知ったみたいなね、一番最初は。
で今まで聞いたことなかったけんバカかっこいいやんと思って、なんやこれから入ってクソかっこいいで、そっからヒップホップ調べ出したね。でそのジブラがやってるそのグループキングギドラっていうのがあって、その CD 買ったりとか、ジブラの小学6年生でジブラのアルバム買ってヒップホップにそっからドハマり。20歳過ぎてかな、なんかクラブとかよく行ってて、その当時でやっぱクラブとかで見てたら DJ のラッパーもかっこいいけど DJ もかっこいいなと思って、そうだ DJ やろうみたいな、料理しながら絶対かっこいいわと思って、でそっから DJ やりだしたんよ、福岡でね。幼稚園とか幼稚園やね、そんぐらいの時に見てた「料理の鉄人」っていう番組があって、その料理の鉄人に出てた料理人がやっぱめっちゃかっこよく見えた、その当時はね。道場六三郎さんとか陳建一さんとか、なんかみんなキラキラしとって、しかもテレビやん。テレビで言うたら食材ボンって出されて、これで料理してくれみたいな、でそれを戦うみたいな、バカかっこいいと思って、それが見てかっこいいと思ったから、だけどめっちゃかっこいいなと思って、そっから憧れたみたいな感じ。分からんちゃん、ただもう純粋にうわかっこよすごっだけ、もうそれ以外はもうなんもない。その何を作ってるとかも分かんないし、どういう作り方をやってるとかもよく分からんけど、臨場感、スピード、技術分からんなりに、やっぱ小1で料理人バカかっこいいって思ったっちゃろうね。でそっからのヒップホップだからね。俺にとって料理人、自分が一番かっこつけれる場所かな。自分の、技術もそうだし、そういうのを一番発揮できるのが、俺は料理人しかないから、そんな感じだよ。あとは一番楽しいかな、やってて。嫌になった時期もあったけど、なんだかんだ続けれてるから、作ってる時は作ってるで楽しいよね。その自分が作ったものをお客さんが食べてくれるわけやん。だからなんて言えばいい、その少しでもさ、自分の料理出して喜んでほしいなと思ってめっちゃ全力で料理するやん。なんかそれやりようのが面白い。単純にまとめたらただ料理が好きなだけっていう。でもそれをお客さんに出せるっていう職業だから、僕たちは。それが本当転職よね。でその結果がすぐ返ってくる。美味しかったら笑顔になってくれるし、それが一番よ。やっぱ面白いし、料理人ってなんなんやろうね、そもそも。よう分からんけど、俺もよう分からんけど、とりあえずいい仕事よ、料理人は。めっちゃ、職人やね。職人っていう職業がすげえいい仕事。そんな感じ。最近の料理人さんっていうわけじゃないけど、もう前に出てる人もおるけど、もうなんかちょっとなんか遠慮しがちなんじゃないかなと思う。料理人っていう、料理人はね、あんまりこうね、出しゃばるなとかもね、先輩に言われたこともあるっちゃけどね、俺も。でも出しゃばって、僕的にはこういうスタイルが好きだから、
もっともっと前に出たいよね。だけど料理人のみんなもっと前にどんどん出るべきで、憧れてほしい。その料理人にみんな憧れあるやん。またヒップホップの例えになるけど、みんなテレビとか YouTube とかいろんなラッパーの PV 見たりドキュメンタリー見たりしてとかフリースタイル見たりして、かっこいい、やってみよう、やりたい、これで稼ぎたいとか思うやん。なんかそんな感じのノリになってもらいたいよね。料理だってすぐできるわけやし、ちょっと興味持って家で料理作るだけでもいいし、そっからもっと本気で頑張りたいと思う人はもっと頑張るだろうし、そのきっかけ作りを俺はなんかしてるじゃないけど、そんなね偉そうなことは言えんけど、でも俺みたいなそんな変なね、こんな料理人がおって、もしかしたらさ100万人に1人ぐらい憧れてくれるかもしれんやん。でも結局きっかけってそこだし、俺がそうであったから、テレビ見て和食っていうジャンル見てかっこいいと思って、それで憧れを持ったから今料理人であるわけで、最初から憧れれる人がいなかったらもう興味も持たん仕事になってしまう。だから俺はこうやって前に出たり、特に YouTube になっちゃうけど、昨日もテレビはテレビで収録もあったし、もっともっと前に出て料理人やべえぞというとこを発信していきたい。でそれでやっぱ若い子が見てくれて、料理人さんってこんななれるんだみたいな。まだ全然俺も途中段階だけどね、ゲのゲぐらいの、まだ全然下の方におるけど、だけどそんな俺でもこうやって発信して憧れを持って料理の世界に入ってくれるっていうきっかけ作りを今俺はしていきたいかな。そしたら今後のなんか料理界も楽しくなるやろうし、こんなスタイルでも料理になれるんだみたいな、それもいいかなと思って、そんな感じで今考えてないけど、やりたいことやって好きなことしてやってる。なんか型にはまりたくない。料理人だから黒髪で、もちろん大事なこととは思っちゃう俺も。でもじゃあそれを見た時に憧れるかって言われたら俺は憧れんなと思うし、一人一人個性があるしね、それにロケンっていうのもある。そのやっぱ料理人だからこれはダメとか、もっとこうおとなしくしとけじゃないけど、そんなん言われてもそんなんで憧れてくれるんやったらそれでもいいよ。もちろん憧れる方もおるとは思うけど、俺は俺なりのやり方でやる。でけん俺のスタイルも崩さないし、もうこんなんね、俺みたいなのをね、すっげえ超一流の料理人さんがさ見たらさ、こいつ何言っとんねんって思うと思っちゃう。だけどもうそれでいい、なんかかな。なんか俺が料理人としてできることをしてるだけ。別に大したこともしてないけど、料理人はこうなっていいから。もうこんなわけのわからん車乗っていかん、わけのわからんとか言ったら怒られる。でもこんな言うたら派手じゃん。派手な車乗ってこんなガチャ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 つけてヒップホップ聴いて
いいやん、それでも誇れる職業があるっちゃけさ。レッドブルは結構ずっと飲んでるね。まあモンスターとかも飲むけど結構レッドブル飲んでるね。やっぱスポーツ選手とかヒップホップのアーティストさんとか、まあいろんな方にレッドブルっていう会社はスポンサーについとうやん。その枠にさ、なんか料理人枠みたいなのないかなみたいな。言ったら料理人も見せる職業だから、作るとこ切るとこもうあと道具もそうだし、何でもやっぱパフォーマーと同じ気持ちない見せる職業だとも思うし、もっと見てもらいたいと思うし、魚をおろしてるとか卵を巻いてるとか、結構料理人さんってやっぱり狭い空間で地味な作業かもしれんけど、めちゃめちゃ体力いるんよ。だからアスリートさんほどではないけど体力使うし、やっぱきついよね。ずっと立ち仕事だし、ずっと立っとうしみたいな。そんな中でやっぱり必要なものはレッドブルで、食べるだけが料理じゃないよ、そもそもが。やっぱ作ってるとこ見て、こうやってできてんだみたいな。でだから一つの食材にしても、まあ、例えばさっきの鉄板焼きの話にしてもさ、火バーンって出してすごいと思うやん。みんな写真撮るやん。写真撮ってで食べて、うわ美味しいってなるやん。それ美味しいっていうだけのその思い出じゃなくて、すごかった、楽しかったっていう、そういうとこも入ってくるよね。それが一つの思い出として残るやん。そしたら料理の味っていうのも思い出として残るけん。なんかな、例えばディズニーランド行って一日遊んでご飯食べて楽しかったな、美味しかったな、いい思い出として残るやん。もうそれと同じ感覚になれるようなお店がね、いつかこうできたらいいな。あそこ行きたい、予約する、予約期間のこのワクワクな感じで入った、わやっと来れたで、中で料理作ってる、わすごい食べた、美味しい、来てよかった、また来よう。それ大事よね、絶対。もうそんな作るだけが料理じゃないからね。そんなん作るだけやったら誰でもできるから、少しでも感動とかさ、日頃味わえないことを体験できるのがご飯屋さんであってもらいたい。だけん、まあ大きく言えばパフォーマーみたいな感じだと思うし、まあ俺はそのレッドブルが好きでずっと飲んでるけど、まあ例えば昔だったらクラブ行った時にレッドブルを飲んでたりとか、なんかレッドブルってずっと飲んどるなと思って、そんなさずっと飲んでて、まあ、仕事中でも必要なものであって、俺の中ではね、いらんやろっていう人が大半やろうけど、まあ俺の中では必要なものであって、レッドブルのスポンサーついてる料理人おったらクソおもろいよね。それにかっこいいやん。あいつレッドブルスポンサーついてるらしいよみたいな、意味わからんくね、料理人のくせにみたいな。それがかっこいいよね。だけどね、やっぱ人と違うことをしたいし、人と違うようになりたいし、簡単な道っていうか、まあ、普通に行けるような道とのゴール地点と、めっちゃ険しい道行ってのゴール地点ってどっちがかっこいいと思う？険しい道行った方が
かっこいいやん。でそれを乗り越えれんやったら結局それまでなんよ俺も。でそこを超えてどんどん成長していくわけであって、俺はあえて険しい道を進むかな。楽してかっこよく、それかっこよくないじゃん。楽してかっこよくって、その楽してるあれが分からんけど、なんやろうね。男に生まれたからにはかっこつけたいじゃん。ただそれだけよ。でもかっこつけるのマジで大変だからね。その見せかけだけのかっこつけるぐらいだったらすぐ誰でもできると思うけど、俺もまだ慣れてないけど、本当にかっこいい人、マジでこう尊敬できるような、そんな俺が思う人は全員苦労してるからね。だけんかっこつけるためには苦労するしかない。根性っす、根性。料理も根性。続けることやけん、全ては。その先に見えるものはまだ俺も見えてないからわからない。本当に。けど絶対いい景色は見れるんやろうなって思う。頑張った人はね、頑張ったなりのね成果が出るし、やっぱ努力した分結果は出ると思う。ここじゃないですか。OK。どれが美味しいですかって魚に聞いてる。古いな。こっちにしよう。よしと。懐かしい昔乗っとった車やん。今日は島味とアマダイとをちょっと買ったんで、あと1軒ぐらいちょっと割って
であと1軒回ってちょっと寄り道してもいい？遊びにちょっと寄り道してご飯かなんか食べて帰ろうかな。仕入れ、今から仕入れ行くよ。もう1軒仕入れ、あと2軒か。でも靴が好きすぎて頭いかれそうなんですよマジで。今日は茶色系の靴ですね。これは茶色。これはジョーダン1。今日はキャップがこの色だからちょうどこの靴履こうと思って。キャップ好きで基本ずっとニューエラーかぶってて、よくニューエラーがなんか仕事行く時ってさ、どうしてもなんかあれにならん？仕事着みたいな、言うたら仕入れの服装だけど、唯一こうなんかちょこちょこ変えれるのってキャップとスニーカーぐらいで、とりあえずキャップある中から今日はこれにしようと思って、でどうしようかな、靴どれにしようかな、あこれで合わせようとか、で逆にどうしてもこの靴が履きたいよねみたいな時やったらこの靴にして、あ T シャツこれにしようとかキャップこれにしようとかが多いかな。もう細かいとこまで言えば、これがでここ金だからで小物で金、そう誰もわからないこだわりですよね。もう自己満よね。何でも自己満よ。洋服もファッションも自己満だろうし、料理も言ったら自己満やん。どこまで突き詰めるかなんて。でそこに共感誰か持ってくれたらいいやろうしさ、こういうファッションが俺は好きですみたいな、じゃあこういうファッション嫌いな人もおるわけやん。言ったらさ、こういうちょっとこんなんは嫌だみたいな、そんなん当たり前だから、好き同士がこうつながってくれればいいやろうし、音楽もそう洋服もそうスニーカーもそうヒップホップもそう料理もそう、その中でもしこう初めて見た人がなんかかっこいいねみたいなで興味を持ってくれたらもっと最高や。何でも自己満から入るんじゃない？人生一回死ぬ時にあの時こうしとけばよかったとかさ、ああしとけばよかったとかさ思いたくないやん。年取った後仕事もそうやん。あの時やっとけばよかったとかさ思いたくないやん。だけん俺はずっと仕事してる。なんか50歳ぐらいになって絶対立てなくなる時来るから、今の仕事をさ、じゃああと20年後に同じことやってくださいって言われても絶対できないわけで、体力もないやろうし、そんな。でもそんな50歳になった時に、50歳60歳70歳になった時に、もっと若い時にああしとけばよかったなとかこうしとけばよかったなとか、思うことって絶対あるかもしれんけど、極力減らしたいよね。あの時ああしとけばこうなったかもしれないのにとか、カモとかタラとかレバーとか、それあんまりかっこよくないじゃん。失敗は怖いか怖くないかって言えば別に怖いかもしれない。いやでも失敗完璧な人間なんておらんよ。もう俺はまだまだずっと失敗続きやけんね。いつになったら成功するんだろうと思うけど。いけ。
こはね、僕が毎回仕入れに来る靴屋さんこれ大体ね、こっち仕入れ来た時は大体ここ寄ってちょろっと靴見ていいのあったら買ってなんか帰るみたいな、ある意味靴の仕入れよ。うん、ここね、めっちゃ靴あるから、マジで靴多いから。ジョーダン好きは来た見た方がいいと思う。話していいと大丈夫、尺足りんくなるよ。大丈夫、料理より語るよこれ湘北の色だよ。これスラムダンク世代はすっごい刺さると思うけど。うん、了解です。また来ます。よし。新鮮のいい魚じゃねえや、新鮮のいいスニーカーがいっぱいおった。新鮮なスニーカーたちがピチピチしとったねああ、もう楽しいホテル民泊運営は当チャンネルにご相談を。開業から運営までトータルサポートいたします。当チャンネルを通して宿泊施設を PR し、視聴者に認知させ強い集客力を実現。月間約500万人に宿泊施設の宣伝ができる。これまで撮影した約600店舗と協業しツアーを展開する独自の集客マーケティング方法。気になる方はコメント欄トップの URL へ。